祝、チャンネル登録者4万人達成。まずはこの動画を見てくださっている皆様、記事を読んでくださる方々にお礼を申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いします。2018年3月10日に YouTube に少女週末旅行のスライド動画を上げてから6年。214本目の動画にして、ようやく4万人、長かったわね。趣味から始めた動画投稿だが、今では仕事獲得の営業ツールとしての側面もある。本当に続けてきてよかったぜ。それで、お礼を言ったからこの動画はこれでおしまい？いや、今日手に入れたニュータイプ4月号とデザインズ7の話を少しだけしたい。どうだった？すごいな、もう。それしか言えない。順番に紹介しよう。まずニュータイプ。これは冒頭にデザインズ展示会の特集がバーッとあって、さらに富野雲体をはじめとする長野先生と親交のあったクリエイターのインタビュー。本当に読み応えがある。特に富野雲体の長野先生の評価は一読の価値ありだぜ。そして今月の連載はまあ、予想通り。今月でエピソードが終わるかと思ったがそうではなかった。やはりクリスケンとダイブについては、私服をとって丁寧に書いている。今月号の表紙にもなっているし、ね。そしてデザインズ7。これ、すごすぎるぞ。見てくれこの分厚さ、読み応えとんでもないな。まださらっとしか目を通せていないが、もう動画にしたいネタがいくつも湧いてくる。ちょっと残念だったのが、アドラーのダスニカ関係の設定が一切含まれていないこと。これはデザインズ7の後書きにも明記されている。ただしすでに大量のデザインが用意されているとのことだから、きっとこれからのお楽しみといったところだろう。ここまでが既存のモーターヘッドを GTM に変更した設定資料で、デザインズ8からは完全に最初から GTM としてデザインされた、全く新しい GTM が登場するそうだ。もう10年前のとんでも大改変のようなことは起きない、と明記されているし、ここから最後まで突っ走るのだろうと思うぜ。展示会にデザインズ7、今年は長野先生の年よね。多分単行本の新刊も年内だと思われる。楽しみが尽きないぜ。救済もないし、すごい仕事量。長野先生って何歳？それなりのお年よね。64歳だな。それでこの仕事量。単に多いだけじゃなくて、ものすごくクリエイティブだ。サラリーマンだったら定年を迎えていてもおかしくない年齢なのに、クリエイティビティを維持し続けているのはとんでもないことだぜ。見習いたい。クリエイターの年齢問題、あるわよね。そういえば今日、鳥山明先生の訃報が届いたわ。68歳だって。若すぎる、ショックだよな。以前、SNS で漫画家の平均寿命を調べた人がいて、その結果は確か54歳という驚きの数字だった。出典元が怪しい情報だが、漫画家の平均寿命が日本人の平均寿命84歳よりもだいぶ短いのは間違いないだろう。水木しげる先生は93歳、松本零士先生は85歳、手塚治虫先生は60歳、三浦健太郎先生は54歳で亡くなられた。鳥山明先生を含めて平均すると71歳ね。でもだいぶ平均より短いわ。60代を超えれば、案外80過ぎまで大丈夫なのかもしれないが、20代、30代で亡くなる人も多いようだ。富野雲体は82歳、最近発言が丸くなっているようだが、今後も元気に活躍してもらいたいものだぜ。ほんとよね、ガンダムファンすべての願いじゃないかしら。ちなみに宮崎駿監督も同年代の83歳だ。この世代の次が長野先生の世代だと言える。やっぱり長野先生が救済なしで、展示会を開いたり、設定資料集を出したり、単行本を出したりするのって先を見据えているのかしらね。それは心のどこかにあるだろうな。ただ今月の富野雲体のインタビューによると、80代になった今だから言えるが60代はまだまだやれる年とのこと。自分は65歳くらいに G レコを作った。長野先生にはもっと貪欲になってほしいとのことだぜ。弟子に年齢を言い訳にさせないよう、葉っぱをかけてるみたい。こういう富野雲体と長野先生の関係性、すごくいいよな。エモいとか、尊いって感じ。さて、少し脱線してしまったので話を戻そう。ニュータイプの告知によれば、展示会に関して何か続報があるそうだぜ。何かしら、商品の補充？それとも新展示？新商品追加かしら？わからないぜ。ちなみに図録は20日郵送とのこと。デザインズ7と同時に届いてたら、脳みそがパンクしそうだから、待つわ。きっと図録もデザインズ7みたいに、作者のコメントがいっぱいついているのでしょうね。近日中にデザインズ7の情報については咀嚼した上で、動画を作りたいと思う。チャンネル登録の上、しばらくお待ちくださいだぜ。それじゃ、今日はここまでだぜ。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。